皆さんこんにちは、今日はコレステロール、中性脂肪と心臓病、その対策についてお話しします。大切なことはこの LDL の量を増やさないことと、質を超悪者、超悪玉にさせないことですね。量が増えるとやはり動脈硬化が起こるチャンスが増えますし、超悪玉になりますと血管の壁に染み込んでしまう、心臓の壁に染み込んでしまって心臓病を誘発するということで、量と質に気をつけましょう。悪玉コレステロール、LDL コレステロールの主な目標値ですけれども、細かく決まっています。糖尿病、慢性腎臓病などの人は120未満にしましょう。狭心症がある人で糖尿病もあったりしたら100で、心筋梗塞を起こしちゃったりした人の場合には70未満。これヨーロッパとかでは55未満にしましょうというふうに言われています。これになるためにいろいろ工夫しなければいけません。で、LDL を下げるためには薬、食事、運動とか生活習慣、こういうものを全部守る必要があります。で、薬なんかはこの外来で注射薬があるんですけど、それを開始すると、例えば160ぐらいのコレステロールが、14週、28週、その辺でですね、50あるぐらいまで下がる人もいますね。非常に強力な薬が開発されています。で、食事療法も、例えば心筋梗塞で入院して数日間絶食で、その後に病院食をしっかり食べると、1週間の入院で、やっぱり160ぐらいの人が80ぐらいに下がる人もいます。しっかりした食事療法はものすごく大切だというのは、そういう経験をした方は知っていると思います。で、それから運動とか生活習慣。これはですね、LDL の値を下げるという点ではあまり効果ありません。有酸素運動を週3回1回30分間やっても、例えば140ぐらいの LDL コレステロール、100を割るようにはなかなかなりません。で、それらについてお話したいと思います。ではまず LDL の量を増やさない食事療法から始めましょう。代表的なものは不飽和脂肪酸の多い食事、それから最近言われているのはカテキンですね。不飽和脂肪酸っていうのは体の中、肝臓でのコレステロールの合成を減らします。飽和脂肪酸を増やすのに対して不飽和脂肪酸は減らします。さらに LDL が減る機能を促進します。これちょっと細かく言いますと、肝臓が血液中の LDL を吸収するんですけれども、その吸収する機構を、強くする、強化するということなんですね。ですから LDL を作らせないで血液中に保ち続けさせないというそういう効果を持っています。で、不飽和脂肪酸を含む食品っていうのは青魚、オリーブオイル、アマニオイル、エゴマオイル、こういうものでしたね。カテキンは聞いたことあると思います。テレビのコマーシャルとかでもそういうお茶言っていますよね。カテキンっていうのはポリフェノール、タンニンの一種なんですね。で、お茶にたくさん含まれるんです。で、特に番茶。番茶は、カフェインが少なくてカテキンが多いと言われています。はい、開いた葉っぱ、日光をいっぱい浴びた葉っぱでカテキン作られますから、新芽の煎茶よりも番茶の方がいいというふうに言われています。で、煎茶の場合、1杯に110から 170mg ぐらい入っていると言われます。1日300から 500mg 飲むと効果的と言われるので、1日3杯ぐらい飲むといいと言われてますね。カテキンはここに書いてありますように、小腸からのコレステロールの吸収を抑える働きがあるというふうに言われています。ポリフェノールと言いますと、一時赤ワインがいいと言われてましたけれども、あれはやっぱりアルコールがあるので、十分な量を取ることができないという点で、それほどあれだけでいいものではないという話になりました。もちろんカテキンだって番茶だけ飲んでれば LDL が全部下がるというわけではないという点には注意してください。トランス脂肪酸というものを取りすぎ注意です。トランス脂肪酸っていうのは、工業的に作られた油のことです。で、バターの代わりにマーガリンありますよね。で、マーガリンの中にはトランス脂肪酸が多く含まれると言われていて、コレステロールを増やすことが分かってきました。この黄色い写真ですけれども、これ僕は1995年にカリフォルニアに行った時にスーパーに並んでいたマーガリンなんですけれども、ノートランスファット。もうその当時からすでにアメリカでは注目されているんですね。
最近は日本でもスーパーでそういうものが売られていますよね。でそれからファーストスプレッド、これケーキによく使いますよね。とかショートニング、これもそうですよね。で、そういうのを使ったパンとかケーキ。あとはファーストフードの揚げ物、あとコーヒーのクリームとか、そういうのも意外とトランス脂肪酸多かったりしますね。で、スナック菓子とかカップ麺など、手軽に美味しく食べられるものにはたくさん入っていると思ってください。そういうものは気をつけましょうということです。今度は LDL の質を悪化させない食事療法。これは中性脂肪に関係したお話ですね。で、適量のカロリー、食べ過ぎると中性脂肪が増えるという話しましたよね。やはり食べ過ぎないということです。で、それからゆっくり食べる。ゆっくりというのは20分ぐらいかけましょうということです。で、早食いをしますと、インスリンというホルモンが膵臓から出て脂肪を増やすんですね。ですから早食いは肥満、脂肪肝の元だと思ってください。超悪玉コレステロールがですから増えるということです。それが心臓病に結びつくということですね。ですから、食べ始めてから終わるまでがゆっくりということです。で、あとは甘いもの、甘い果物。こういうものは中性脂肪を増やしますよね。アイスクリーム、ケーキ、あとシャインマスカットとか柿。とにかく糖度の高いものは中性脂肪を作ると思ってください。で、それからあとアルコールです。飲んで12時間後ぐらいにピークになると言われてますけれども、中性脂肪をたくさん作ると言われています。これらが LDL の質を悪化させる、させない、そこの分岐点ですので、意識しながら食事を食べましょう。中性脂肪っていうのは、この絵に書いてあるようにですね、口に入れて、X 軸、横軸の12時間、12って書いてあるのは12時間後なんですけれども、だいたいそのぐらい経つと元に戻るんですね。ですから一度上がると、9時間から12時間ぐらいずっと高いまんまなんです。これどういうことかと言いますと、夜なんか食べちゃったことを考えてみましょう。普通、夜7時に夕食を食べるとします。でそうすると、明け方3時ぐらいまでは中性脂肪高いんですが、その後、明け方は空腹になるんですね。ですからそこの時間は、体の中に染み込んだ悪玉コレステロールとか脂肪細胞にたくさん溜まった中性脂肪がなくなる時間なんです。そこを使って栄養になるということですね。で、ところが夜7時にご飯食べて、夜11時にぶどうを食べると。その後にまた、9時間、10時間中性脂肪高い。要するに明け方せっかく中性脂肪が下がって体に溜まったエネルギーを、余分なエネルギーを消費する時間がなくなってしまうと。ですからそこで太りますし、動脈硬化、心臓病になりやすくなるということです。空腹になる時間がないということで、せめて夜食は避けてもらいましょうという話にもつながるわけです。で、今度運動療法。運動療法っていうのは、残念ながら LDL を下げることはほとんどありません。LDL がエネルギー源になることはないんですね。中性脂肪はなるんですけどね。で、ですから運動が LDL を消費して減らすということはないんです。で、ところが、運動療法っていうのは肝臓の LDL を、血液中から受け取る、受容体というものを増やします。代謝を促進するということです。で、そういった意味で血中 LDL は少し低下します。ただそれ以上に運動療法っていうのは LDL の質を良くさせます。超悪玉になることを防止します。ですから、運動療法をやって LDL が下がらないですよって言ってても、真面目に有酸素運動をちゃんとやってる方に対しては、質は必ず良くなってるから動脈硬化にはなりづらくなってますよというふうに僕は言うようにしています。それから生活習慣。中性脂肪を減らして LDL の質を改善させる生活習慣としては、ストレスを取る。ストレスっていうのは、コレステロールとか中性脂肪が関係するんですね。ただ、環境、職場、学校、そういうのを変えるのってとってもできないですよね。じゃあどうしたらいいかというと、運動療法やっぱりこれはすごくいいんです。ストレスに強い体を作ってくれるんですね。同じストレスを浴びていても、それがへっちゃらな体になると思って、そういう意味で運動療法はいいと思います。あとは睡眠不足。いつ寝るか、どのぐらいの深さで寝るか、どのぐらい連続して寝るか、その3つが重要です。熊型とかライオン型言いますけれども、なるべく早く寝て早く起きる。昼間に行動すると。
そういうことはまずすごく大切です。夜中の0時には寝ているということは重要ですね。あとはゆっくり深く寝られればそれがベスト。でそれから最低6時間は連続して寝ましょうと、学会のガイドラインには書いてあります。あとは薬、すごくいい薬が最近いろいろ出てきています。もともとすごくいいのがスタチン系 HMG 抗栄阻害薬というんですけれども、これはほとんどの人をコレステロールが高いと処方されると思います。で肝臓でのコレステロール合成を阻害する薬で、30% ぐらい低下させますね。ただ 10% 程度で筋肉痛が起きると言われていて、足が痛くなったから中止したいという方は結構います。ただ最近の論文ではですね、気のせいでそういう痛みを感じる人が多いんじゃないかという論文も出ています。で、実際には 0.3% とか 1% 未満だといった論文もあります。それからあとコレステロールの吸収阻害薬。これは食べたコレステロールを吸収させない薬ですよね。食べたコレステロールが、吸収されずに外に出てしまうと非常にいい薬ですね。でこれも20から 50%、こればらつきあるんです。コレステロールをたくさん食べる人は効果ありますし、もともとあまり食べない人はそれほど効果がないということです。逆に言えばこれが効く人は普段から食べ過ぎてた人ということですね。そういう薬ですから下痢とか便秘などはたまに起きまして、ごく稀に筋肉痛をいう人もいます。そういうような筋肉痛の人に対して、非常にいいということで、今年発売された薬がこのベムベト酸、肝臓でのコレステロール合成の素材を減らすんです。スタチン系の薬はコレステロール合成を、阻害すると、合成させないようにするんですけれども、コレステロールの元を断つというそういう発想で、これは筋肉には作用しないんですね。ですから筋肉痛が出ないんです。で、ただ効果が15から 25% 低下させるということで、スタチンよりは少し弱いんですね。ですから、スタチンを使っていて、副作用が出てないんですけれども、もう少し下げたいと。LDL が85とか90ぐらいの人でもう少し下げて、70あるいは55を割らせたいという場合にこれを加えると、非常にいい薬ではないかというふうに思われています。さらに最も強力な注射薬、皮下注なんですけれども、PCSK9 阻害薬というものがあります。これはもう LDL の血液中からの、肝臓への取り込み、除去を促すという薬で、50から 60% 以上低下させます。LDL を55未満にしましょうとなってますけども、その場合にはこれがないと達成しない人もたくさんいるかもしれません。数週に1回自己注射するっていうタイプと、年に2回、病院に来て医者が打つというタイプ、2つのタイプがあります。でそれはどちらも同じような効果なんですけれども、それは患者さんの好みで使い分けるということです。それからあと LDL の質を改善させるための薬物療法の代表として EPA 製剤というものがあります。これは魚の油由来の EPA、イコサペンタ酸というのを聞いたことあるかもしれませんけれども、それを主成分とする薬ですね。青魚すごくいいと、不飽和脂肪酸が多いからいいと言われてますけど、まさにそのものの薬です。で、中性脂肪値を重に下げて、LDL も少し下げます。副作用としては、ゲップした時にイワシの匂いがするとか、油系統ですので気持ち悪くなるとか、そういうことがありますけれども、あまり副作用強いのを言う人はいないと思われています。要注意の人がいます。同じような治療をしても、LDL が下がりやすい人と下がりにくい人がいるんです。それはやはり心筋梗塞、狭心症の家族のいる方、家族歴と言いますけども、そういう遺伝的な要因のある人と、あと LP スモール a、リポプロテイン A とかリポタンパク A と言いますけども、それが75ナノモルパーリッター以上ある人は、もうどういうふうにしてもなかなか下がらないという場合があります。でそういう方っていうのは本当にもう場合によっては注射薬も使って LDL をしっかりと下げた方がいいというふうに言われています。この LP スモール a っていうのは昔からある項目なんですけれども、最近また特に注目されていまして、一生にもしかしたら1回測ればいいと言われています。これ変わることないんですね。これが高い人は遺伝的にも LDL を下げることができない人なんじゃないかと、まだ最近では言われています。場合によって病院で先生測ってくれと言ったら喜んで測ってもらって自分の数値をしておくといいかもしれません。
LDL の量と質に注意することが心臓病予防には大切で、食事、運動、で場合によっては薬をしっかりと使っていきましょうというお話でした。本日も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお目にかかりましょう。